皆さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今日の動画では、お正月を実家で過ごした後、家に帰る時の怖かった道をお見せします。雪を甘く見ていました。メンバーシップもやっています。よかったら入ってください。いただきます。1月1日のお昼に実家に着きました。そして両親と兄の家族、そしてうちの家族11人でお昼を食べました。お寿司を食べました。とても美味しかったです。義理の姉が折り紙を折っていたので、私も手伝いました。これを一家族80個作るんだそうです。それを組み合わせて文字にするんだそうです。甥いの野球部で使うんだそうです。その後、娘とショッピングモールに行きました。1月1日からやっていました。初売りというのは、新年に初めて売ることです。1月1日からとても混んでいました。娘はこれを買いました。その後、本屋で本を買いました。1月2日のお昼にはカレーを食べました。そして2時20分に実家を出ました。途中でコンビニに寄ってお菓子を買いました。ちいかわのグミが可愛かったです。こんなグミです。コーヒーの入れ物もちいかわでした。実家から家まで高速で2時間半ぐらいです。でも1月2日、高速は大渋滞で、Google マップが山を通って帰る道を出してきました。なので、そうすることにしました。私たちの住んでいる甲府まで99キロ。この辺で雪が降り始めました。この日、雪がちょっと降るという予報が出ていたので、この時はあまり心配していませんでした。でも山を進むにつれて、雪がどんどん激しくなりました。そしてこんな細い道で向こうから車が来ました。このすれ違いは本当に怖かったです。怖かったです。また車が来ました。どんだけ空いてる？こっちあと20センチ空いてる。こっちは。もう20センチ空いてる。まだこっち20センチ。これ閉めればもっと入れる。いける。大丈夫。いける。さらにもう一台とすれ違いましたが、この車は広い場所で待っていてくれました。カーブミラーに車が映っています。回ってくれてる。よかった。すごい。サンキュー。ありがとう。どうして見えたんだろう。光が見えたんじゃない？俺ハイビームにしてるし。
すれ違いやすい場所で待っててくれて本当に良かったです。だんだん家が増えてきました。そしてこの細くて嫌な道はこの鳥居で終わりました。もう二度と通らないようにしようと思いました。その後、トイレ休憩に寄った場所で息子たちが雪で遊びました。雪がどんどんひどくなってきています。車が止まっています。この時はなんでここで止まっているのかわかりませんでした。もう一台車が止まっています。この時もなんで止まっているのかまだ分かっていませんでした。でも道の状態がどんどん悪くなってきました。また車が止まっていました。ここは結構な坂道です。上から降りてくる車をやり過ごした後、前の車を抜こうとしました。これやばい、進まない。踏んでるんだけど。そういうことかな。進まない。この時やっと今まで止まっていた車は動けなくなって止まっていたということが分かりました。なんとか動かそうとしていますが、車がなかなか前に進みません。やっと前の車を追い越して左側に移動します。看板に降雪時立ち往生多発注意と書いてあります。この時はこの看板に気づいていませんでした。でもこの後全く動けなくなりました。降雪時というのは雪が降っている時という意味です。立ち往生というのは車が前にも後ろにも進めなくなることです。うちの車のタイヤはスタッドレスです。でもこれだけ雪が降ってしまうとスタッドレスではダメだということが分かりました。この日天気予報は確認していて雪が降ることは知っていました。でも高速はそんなに降らないから大丈夫だろうと思っていました。その気持ちで山を越える道に来てしまったので、こんなことになってしまいました。次からは雪の予報が出ている時には、絶対にこの道は通ってはいけないと自分に言い聞かせました。結局、私たちはここで20分ぐらい立ち往生しました。うちの車を抜こうとしていた車が横で止まっていたので、上から来る車も止まっています。タイヤの下に段ボールを敷いたり、いろいろしてみました。でもダメでした。すいません。上ってもっとやばいですか？じゃあこっちに帰った方がいい。ありがとうございます。ありがとうございます。この先、車が何台もぶつかっているということでした。このまま進むともっとやばいという情報をもらって本当に助かりました。うちの車を抜こうとしていた車がなんとか移動できて対向車が走り出しました。対向車というのは向こうから来る車のことです。
私もここから戻ることにしました。でも車の向きを変えるのが大変でした。この車にぶつかっちゃうと思う。後ろで立ち往生している車にぶつかってしまいそうでした。なんとか向きを変えることができました。この場所が広かったのでなんとかなりました。トラックはタイヤにチェーンをつけていました。家に帰ったらすぐチェーンを買おうと思いました。向きを変えられてほっとしましたが、その後も怖かったです。この輪立ち状に行かないといけない。なるほど、輪立ち状に行かないといけない。それが一番ですね。そうじゃないといきなりなんかハンドル持ってかれる。輪立ちというのはタイヤの通った跡です。この2本の線が輪立ちです。ハンドルを持っていかれるというのは、ハンドルが勝手に動いてしまうということです。聞かない。聞かないか。怖い。ブレーキが効かない。どうしよう。じゃあブレーキがなくてもハンドル切ってとにかくぶつからないようにする。それちょっと頭でシミュレーションしてくれると。落ちるぐらいならこっちにぶつかる。本当に怖かったです。トンネルだ。よし。トンネルが見えてほっとしました。トンネルの中は一息つけました。一息つくというのは休憩したりリラックスしたりすることです。あのまま先に進んでいたらもっとひどいことになったかもしれないので、戻ってきて本当に良かったと思いました。トンネルの外は相変わらず雪でした。橋を渡った先にもう一つトンネルがありました。そのトンネルの先にさらにもう一つトンネルがありました。そしてそのトンネルを抜けると道路の雪がなくなっていました。本当に良かったです。でもまた雪が多くなり始めました。向こうから除雪車が来ました。ありがたい存在です。この時高速道路はまだ渋滞していました。それで渋滞とは関係ない高速道路の入り口まで2時間以上かけて行きました。高速に入った時はほっとしました。この時7時44分。実家を出てから5時間20分経っていました。この後高速を降りるまでに1時間45分かかりました。途中で除雪車が2台並んで走っていて、みんながその後ろをゆっくり走ったからです。ともかく雪山から無事に戻れて本当にほっとしました。高速を降りた後、お寿司屋さんで夕飯を食べました。家に着いたのが10時40分。実家を出てから8時間20分経っていました。では、実家に行く時に寄った1月1日の高速道路のサービスエリアを見ながらお別れしましょう。メンバーシップに入ってくださっている方と
スーパーサンクスをくださった方にお礼を言います。チャールトン・ローさん、ディマス・オシロさん、デブさん、アルビデオさん、ウィリアム・ダウニーさん、フラグラント・オーシャンさん、ホルヘ・アセンシオンさん、コー・AK さん、トーマス・ラルスコフさん、メラニー・サンダーさん、エド・イーストンさん、エイミアさん、デイビッド・スピレンさん、サウンドビジョン NW さん、デードさん、ヨーク・ユバックスさん、ニック・ワンダージェムさん、アイリーン・チェンさん、サーシャ・ブシアンさん、キズナスキさん、GUN チーさん、ユクさん、アンナ・ライアンさん、パイボートさん、LSA さん、ラファエル・クルスコフスキーさん、ライアン・ムーアハウスさん、オレンカさん、ジョージ・ヤンさん、モリーさん、マーレンさん、ミシス・アベ Vlog さん、クラウドさん、パクセヨムさん、コウさん、ジョージ・ヨンさん、グオシーセンさん、アーさん、ヨルク・ディーデリヒさん、ニック・エスポさん、ブロックスさん、ケイさん、ヤガーピル42さん、コーダー XYL さん、ニンニンアウンさん、ジャン・ミシェル・バデルさん、コーナインさん、チャンモクさん、NLL ファイドさん、ゲルド・タイズさん、パトリック・チャンフィールドさん、キャメロン・ラッセルさん、サカイ・ルカーさん、パク・キヒョンさん、シュレヤ・シュシンさん、デルバル・アキーノさん、BG さん、コマハスタジオさん、アータさん、ホアン・チューリンさん、フー・カイジュンさん、リー・ボーンさん、コーリー・ホッチさん、カリオペさん、ケイラ・ブレイジーさん、クリスチャン・ジーさん、チャンネルメンバーシップに入ってくださってありがとうございます。とっても嬉しいです。感謝しています。メンバーシップに入っていない皆さんもぜひ入ってみてください。そしてウォルター・エーデケンさん、スティーブン・リーさん、クォン・スンヘンさん、イエン・サンションさん、スーパーサンクスをありがとうございました。感謝しております。I really want to help Japanese learners improve their Japanese, and I'd like you to speak with confidence. That's why I created a course to help you improve your pronunciation, rhythm, pitch, accent, and intonation. If you want to feel more confident when speaking with Japanese people, please check out my subscription course. You can find the link in the description. Thank you for watching until the end. If you enjoyed this video, please give it a thumbs up, share it with your friends, and subscribe to my channel. Have a great day, everyone. またね。新しいドア開いた日本語で夢叶った毎日歩いてきたから未来がここにあるみんなと一緒に新しい自分